6歳の少女の遺体を毛布に包み運ぶ3人の男女。彼らはここから3時間で遺体を跡形もなく消し去り、完全犯罪を目論むんです。2016年9月30日、韓国キョンギドポチョン。夜11時、とあるアパートでは3人の男女が慌ただしく階段を上ったり降りたりを繰り返していました。そのうちの1人48歳の男チュウは毛布に包んだ大きな荷物を肩に担ぎ、アパートの外に止められた車へ急ぎます。これを警察に見られたら俺たちは終わりだ。トランクに押し込んだその毛布を前に神妙な面持ちでつぶやいたチュウ。毛布の中身は彼が2年前に引き取った養子のユハンでした。万が一その遺体を検視にかけられれば殺人罪の中でも極めて悪質と断じられるとチュウは考えていたんです。それは養子のユハンがテープで体をがんじがらめにされたまま餓死してしまったから。ビニールテープで拘束され、身動きも取れない状態で発見された6歳の少女。2年に及び繰り返された地獄の虐待とは。心ない養父母に翻弄され続けたその少女は実の母のもとに戻れたはずだったんです。おそすけんちゃんです。みやみこんです。です。つい先日、ちょっと同級生と久しぶりに会って、とんでもない話を聞いたんだけど、男のね、友達なんだけど、簡単に言うと婚約破棄したのよ。男側が？そう。指輪を普通に渡してプロポーズしたのよ。渡した後に、なんか知らないけど、その男が絶望感に苛まれたらしくって、なんで俺指輪渡したんだろうって思ったらしくて、返してって言ったらしいの。自分から指輪返してって言って、さらに結婚はやめようって言ったってこと？そう。ただのクソみたいな結婚しない方がいいよ、そんなやつと。今回ご紹介するのは韓国で起こった児童虐待死事件について。この事件は本当にひどい内容で、6歳の少女が身動きを取れない状態で拘束されて、その結果餓死してしまうというね、本当におぞましい事件なんです。餓死するまでって一体どれだけの時間拘束したのよ、6歳の少女に。到底信じられない。しかもこの女の子はね、養子だったんですけど、女の子を引き取った養父母ね、実のその少女のお母さんに対しては、娘さんはね、もう大事に育ててますよって繕ってたんですよ。それも踏まえて、胸くそ悪い事件なんですよね、これ。少女が亡くなった後、犯人は少女の遺体をアパートからひっそりと運び出しました。犯人たちはね、遺体の痕跡を完全に消し去ろうとしていたんです。山中の炎。2016年9月30日、韓国キョンギドポチョン。夜11時、人気のない山中に1台の車が止められていました。そのすぐそばで緊張をあらわに辺りを見回していたのは31歳の女キム。彼女がいる位置から少し茂みを進むと、薄暗い山の中で1箇所だけ照らされた場所が。そこでは2人の男女が炎を取り囲んでいました。絶対にこれを見られるわけにはいかない。徹底的にやるぞ。そう告げたのは見張りをしていたキムの夫チュウ。彼と一緒にその日を見つめていたのは夫婦と同居している若い女イエナでした。2人は燃やしていたものに向かって何度も鈍器を振り下ろします。彼らが懸命に砕いているそれは亡くなったばかりの6歳の少女の遺骨でした。少女の骨を跡形もないほど砕いた後、チュウたちはその場に遺骨を埋めたんです。3時間もかけて遺体を野外で燃やして砕くその行為は目撃される可能性もあり、遺体の隠蔽方法としてはリスキーにも思えます。しかし3人はそのリスクを負ってでも絶対に消さなければなりませんでした。少女の体に残された長きにわたる虐待の傷を。なんか含みのある言い方をするわね。単に殺人の事実を隠蔽したかっただけじゃないってこと？そうなんです。チュウたちがね、この隠蔽方法を選んだ理由には、近年の韓国では児童虐待に対する刑罰っていうのが厳罰化されているっていうところが背景にあるんです。というわけで本日のメトラキーワード、韓国における児童虐待について。キョンギ大学のイ・スジョン教授によると、犯人のチュウたちが目撃されるリスクを冒してでも遺体を燃やしたのは虐待の古傷を隠蔽するため、万が一遺体が発見された場合も彼らは虐待については言い逃れをするつもりでいたのでしょう。チュウたちが虐待の傷に対し敏感になっていたのは、近年の韓国で児童虐待が社会問題になっているため、韓国では従来児童虐待はしつけとして見逃されることが多かったのですが、昨今は認識が変わり、2000年代初頭に比べ認知件数が3倍以上になっているんです。さらに事件の2年前に交付された児童虐待犯罪に対する特例法によって児童虐待致死の最高刑が無期懲役に。この厳罰化のイメージもあり、チュウたちは虐待の形跡を消そうとしたのでしょう。山へ遺体を燃やしに行った翌日もチュウたちは隠蔽工作のための行動に出ました。彼らがやってきたその場所は自宅のポチョンから100キロ離れたインチョン広域市。この日この町では10万人の来場者数を誇るソレポグ祭りが開催されていました。そしてチュウたち3人が向かった先はその町の警
警察署。彼らは慌てた様子で警察にこう申し出たんです。祭りの会場で娘とはぐれてしまったんです。何時間も探してるのに見つからないんだ。そう説明すると、チュウは失踪届を提出。娘というのは彼らが昨日遺体を燃やしていた少女ユハンのこと。さらに警察署を出た後、妻のキムはある人物に電話をかけました。もしもし、ごめんなさい。インチョンのお祭りでユハンとはぐれちゃったの。今探してるところなんだけど。電話の相手はユハンの実の母。チュウとキムの夫婦は2年前に彼女からユハンを養子として引き取ったんです。警察と実の母親に大規模なお祭りでの娘の失踪を告げた犯人たち。彼らはそうやって少女ユハンが行方不明になったことにして、彼女の死をごまかせば完全犯罪が成立すると踏んでいたんです。わざわざさ、お祭りやってる街まで行って、めちゃくちゃ手の込んだことするわね。ほんとそうなんですよ。そして気になるのは、なぜユハンがね、命を落とすほどの虐待にさらされてしまったのかということなんです。実はチュウたちは最初は喜んでユハンを迎え入れたはずだったんです。本当のママじゃない。事件から2年前の2014年9月、その日、少女ユハンは初めて養父母のチュウとキムの家へやってきました。本当に感謝するわ。ずっと子供が欲しかったから。ユハンの実の母親に向かいそう告げた養母のキム。実は彼女たちはもともと友人同士でした。ユハンの実の母はシングルマザーで2人の子供を育てていたのですが、家計が苦しく、かねてからそのうち1人を養子に出したいと思っていました。しかし、養子縁組を斡旋している機関に依頼すると時間がかかるように思い、子供を欲しがっていた友人のキムたちに預けることに。おとなしい子だからあんまり心配はしてないんだけど、養育が無理だと思ったらいつでも返してくれていいからね。その約束のもと、少女ユハンは養子に出されたのですが、実の母親もさ、いつでも返してって言ってるんじゃないのよ。虐待するぐらい余裕がないんだとしたらもう返した方がよっぽどマシよ。実の母親の方もね、自分の友達に養子に出したら変な扱いはされないだろうって思い込んでた節もあったと思うんです。2016年、ユハンが養子にやってきてから1年と4ヶ月ほどが過ぎた頃、保育園の職員が養母キムたちの自宅へやってきました。おかしいな。いくらインターホンを鳴らしてもキムたち夫婦の反応はなく、玄関先で首をかしげる職員。彼がこの日訪ねてきたのは、ユハンがもう1ヶ月近く保育園へ来ていなかったため、職員もこの日は諦めて帰るんですが、別の日に電話をかけると、養母キムは確かにこう言ったんです。夫の仕事の都合でインチョンへ引っ越すことになったんです。保育園はやめます。あまりに唐突に退園を申し出たキムにあっけに取られる職員。一方でキムはその電話を切った後、ユハンの実の母親にも電話をかけます。元気？今ね、ユハンを保育園へ送ってきたところよ。めちゃくちゃ嘘ついてんじゃない。ずっと保育園行ってないってことはもうこの頃から何かされてるでしょ。そうなんです。実はね、近隣住民には彼らのね、虐待にうすうす気がついてる人もいたんです。ユハンが保育園へ通わなくなってからというもの、近隣住民たちも彼女が外で遊んでいるところは一切見なくなっていました。そしてキムたち夫婦の様子から、その家で何か良くないことが起こっていることは明白だったんです。このクソガキが、ほら起きろ、お願いやめて。深夜にもかかわらず、キムたちの家から聞こえてくる罵声と殴りつけるような音。隣人たちはうるさくて眠れないほどだったと言います。そう、ユハンは養父母に預けられてわずか2ヶ月ほどの頃からずっと虐待を受けていました。殴る蹴るの暴行を加えられたり、壁に向かって立たされ、長時間手を上げたままでいるよう命じられたり、幼い子供には辛すぎる仕打ちを受け続けていたんです。なぜ子供を欲しがっていたはずのキムとチュウがせっかく養子に迎えたユハンを虐待し始めたのか。それはちょうど彼女を迎えた頃に一家が借金苦に陥ったため、遊びや贅沢品のために考えなしにローンを組んでいた夫婦は、ユハンが来たことで予想以上に生活が苦しくなってしまったんです。そうやって借金にストレスを募らせていた折、養母キムはユハンが近隣住民とこんな話をしているところを聞いてしまうんです。本当のママは遠くに住んでるんだよ。幼いユハンのその発言に特に意味などなかったはずですが、借金苦に苛立っていたキムを憤慨させるのにそれは十分な言葉でした。本当のママじゃなくて悪かったわね。いや、ちょっと計画性がなさすぎるし、生活苦しいんなら実の母親のとこに返せばいいだけじゃな。ユハンをね、虐待するってことがストレス解消にもなっていて、もはや返す気も起きてなかったんだと思います。そしてここからユハンは彼女が命を落とすきっかけとなった最悪の虐待にさらされてしまうんです。がんじがらめ。2016年3月、ユハンが養子に来て1年半が経とうという頃、その家に新しく同居人が増えました。茶髪を後ろで束ねたその若い女は、チュウの友人の娘、イエナ。彼女は最近、祖母が入院し、父親も仕事で家になかなかいられないため、チュウとキム夫婦の家に居候することに。そして最初こそ、夫婦がユハンを虐待していても、イエナは見ているだけでしたが、次第に彼女も虐待に加担するようになっていきます。夫婦以外にもう一人いるなって思ってたら、友達の娘だったの。外から来て、ユハンがひどい目に遭
わされてるのを見ておかしいなとか思わなかったのこの人は。止めたりしたらね、自分にもね、矛先が向けられるんじゃないかってそう思ってたんじゃないかなと思います。2016年9月、この頃ユハンへの虐待はさらにエスカレートしていました。お腹すいた。か細い声でそうつぶやいたユハンは横になり丸まった状態から動けずにいました。彼女は肩と手足をビニールテープで拘束された状態。そんな身動きできない体でベランダへ放り出されたユハンはもう3日も放置されていたんです。養父母のキムとチュウは韓国の伝統的な収穫祭チュソクを祝うために里帰り。その間ユハンには水も食事も与えていませんでした。約1ヶ月前から養父母はテープでがんじがらめにするこの仕打ちを繰り返すように。外出時もそうですがユハンは毎日夜になるとその状態にされベランダやトイレで眠らされていたんです。養母のキムはユハンにその仕打ちをする理由をこう語ります。このガキ食い意地ばかり張ってて腹立つなよ。そう、ベランダやトイレに押し込められている間ユハンは一切食事を口にすることができません。養母のキムはもはや虐待の対象としか見ていない彼女に与える食事がもったいなく感じていたのかもしれません。そして日々ビニールテープの虐待が繰り返される中、ついにその日が訪れてしまうんです。2016年9月29日、キムたち一家が暮らすそのアパートはいつになく静まり返っていた。養父のチュウと居候のイエナはそれぞれ仕事へ、養母のキムは歯医者へ出かけていた。そんな人が出払ったアパートの中で今日もビニールテープでがんじがらめにされベランダへ放り出されていたユハン。彼女は昨晩からもう17時間もそのまま放置されていた。その時だった。ユハン、もう家の中に入っていいわよ。歯医者から帰宅した養母のキムはベランダの扉を開けるとぶっきらぼうにそう言った。しかしユハンから返事はない。なぜなら彼女はすでに死んでいたから。ユハンが息をしていないことに気がつくと慌ててその体からテープを外した養母キム。その後帰宅した養父チュウは言いました。まずいことになったな。心肺蘇生を試すぞ。そう言って彼は人工呼吸と心臓マッサージをするのですがユハンが目を覚ますことはありません。しかし養父チュウはどうしても殺人犯になりたくなかったのでしょう。彼はそこから扇風機のコードを切断しユハンに電気ショックを流しました。しかしそんなめちゃくちゃな方法が通用するはずはなかったんです。キムたち3人は翌日ユハンの遺体を毛布に包み自宅から4キロ離れた山中へ運びます。そこで遺体を燃やして砕き跡形も残らないように隠蔽したんです。扇風機のコードで電気ショックをしようとするって相当焦ってたんじゃないのよ。ほんとユハンはね苦しかったでしょうね。何も与えられずに喉も渇いてお腹も空いて、しかもそれなのに一切身動き取れないんでしょ。僕らでもねやられたら絶対きついはずじゃないですか。それがねたった6歳のに向けられてるわけなんですよ。ほんと鬼畜の所業っていうのはこのことですよね、本当に。そして冒頭でも触れたようにキムたちは完全犯罪を目論むんですが結果はどうなるんでしょうか。ユハンの遺体を山へ遺棄した翌日、養母キムたちはインチョン広域市のソレポグ祭りで彼女とはぐれたと言い失踪届を提出。ユハンの実母にも事情を説明し彼女を行方不明になったと見せかけ完全犯罪を成し遂げようとしたんです。しかしキムたちのこの作戦は甘すぎたと言わざるを得ません。警察は彼女たちが想像していた以上に迅速に捜査を展開しすぐにキムたちの説明がおかしいことに気がつくんです。祭りの会場のどの監視カメラをチェックしても娘さんの姿は映ってないんですよ。警察の動きが予想以上に早かったのはキムたちから失踪届が出された時点ですでに誘拐などの事件性を疑っていたため、祭り会場で親とはぐれてしまったとすると6歳の子供なら周りの大人に自分の住所や名前を伝えられるはず。単なる迷子であればそこまで長時間行方がわからなくなるはずがなかったんです。監視カメラに映っていなかったと指摘されるとキムたちは言い分を変え祭り会場じゃなくて駅前ではぐれたと説明しました。しかし駅前のカメラにもユハンの姿は映っておらず養父母たちはみるみる追い詰められていきます。最終的には彼らの自宅付近の監視カメラから養父母が祭りへ向かうために家を出る際ユハンがすでに一緒にはいなかったことが発覚。さらにその前日に毛布に包んだユハンを運び出している映像も確認され言い逃れは不可能になったんです。そして取り調べを進めていた警察はその中で驚愕の事実に気がつきました。それは養父のチュウが前科10犯の犯罪常習者だということ。彼は過去にも窃盗や暴行、道路交通法違反などの罪で何度も警察に捕まっていたんです。チュウのその経歴を踏まえればユハンを養子に迎えられたこともまずおかしな話。ユハンの養子縁組の際夫婦は家庭裁判所の許可を得ています。通常なら犯罪歴がある時点で許可は下りないはず。何かの手違いで養父チュウの犯罪歴は見逃されていたんです。当然ユハンの実の母はチュウが前科者だということは一切知りませんでした。その後警察はキムやチュウたちの供述をもとに遺体が遺棄された山中
中を捜索。最終的に頭蓋骨や背骨の一部などが見つかっていますが、当初は本当に肺しか残っていないように見えたといいます。養父中たちはそれほど徹底的に遺骨を粉砕していたんです。事件から約3ヶ月後の2017年1月11日、殺人、死体損壊、児童虐待などで有罪となった養母キムに下された判決は無期懲役。養父中には懲役25年、死体損壊を手伝った居候のイエナには懲役15年の刑が下されました。判決に際し裁判官は次のように語っています。被告人たちを厳罰に処することは児童虐待に対するセーフティーネットを用意できなかった韓国社会が被害者に送る謝罪であり、最低限の礼儀です。ちなみにユハンの実母はインチョンで娘が失踪したと聞いて、いても立ってもいられず遠方からバスを乗り継ぎすぐに駆けつけたといいます。経済的な理由から養子に出したものの、娘をちゃんと愛していた実母、彼女を養母のキムたちが騙し続けたこともまた遺憾に思います。保護者がいなければ小さな子供が生きていくことはできません。あなたが親の立場だとしたら、子供を幸せにするためには何が一番大切だと思いますか？